こんにちは、ポテトです。ということで今日はですね、ショータイムはこう育成したらいいんじゃないやっていきたいなと思います。ということで結構面白いスキルついてきましたねというところで、かなり特徴はあるのかなというところでね、見ていきたいなと思います。まずはアリソンからいきましょう。アリソンね、過去版と比べると、過去最強にはなるでしょうねっていうところになっていきます。パスもね、今回70超えていくのはかなりありがたいかな。こういうところは割と大事なのかなって気はしています。で、ちょっとね、パス高いビジョナリー持ちのね、攻撃的ゴールキーパーということで、ノイアー持ってきましたけど、ノイアーはやっぱりパスやばいね。他の能力が全部高いなって感じ。ただ、ゴールキーパー能力に関しては、アリソンの方が高いですね。だから、これはどうだろうね。総合的にどっちを取るかみたいなところになってくるんですけども、ゴールキーパーだけで言ったら、能力だけで言ったら、アリソンの方が上なのかなって感じですかね。で、この前来た G だとかと比べるとね、ゴールキーパー能力に関してはほぼ変わんないですね。しかもタレントポイントに関してはこっちの方が高いから、そういった意味では、上になるのかな、ゴールキーパー能力だけで言うとね、上になるのかなって感じはしています。で、パスとかもね、今回の高いから、どうだろうね。こう見ちゃうと身長はね、4センチの差があるんだけども、ジーダよりはちょっといいのかなって感じはしちゃいますね。現役の中では、最強レベルになっていくのかなというところですね。で、あとは、シュマイケルと比べてきましたけども、シュマイケルとか、ブッフォンとかも同じなんですけど、ゴールキーパー能力、こういうタイプの、やつよりはちょっと1個下とかになるのかなって感じはしています。タレントポイントが上とはいえ、若干この差埋まるかな、どうかなって感じですかね。頑張って同じぐらいになるかなっていうところですかね。はい、というところです。育成こんな感じにしてきました。ということで、これでも結構強くないかだいたい95前後にした上でパス80近くいってるからね、これはこれでハリーだな。普通に強いなと思う。総合的な観点で見ちゃうと、最強格になるのかなって感じはしますね、正直。ちょっとどこを求めるかみたいな感じになりますけどね。どうだろうね。この辺は微妙なラインですね。検証やってた身からするとですね、90正直4以上の部分っていうのが、94以上の部分の、違いってね、正直分かりにくいというか、分からないような分かるようなみたいな感じだから、そう考えたら体感としてはそんなにもしかしたら変わんないかもしれないね。こっからこれ以上高い、例えばシュマイケルとかブッフォンとかを考えても、もしかしたらそんな変わんないよね、みたいな。むしろパスがね、80近い方がむしろ恩恵感じるって可能性は全然あるなと思ってたりはします。追加スキルは低弾道ロブとか、ワンタッチパスとかつけてあげていいのかなって感じはしますね。ここまで高ければ、ワンタッチパスゴールキーパーのために、作るかという話になってくるけどね。とは思いますかね。なくても別にいいかなって感じ。高弾道パントとかつけてもいいけどね。はい、そんなところでしょうか。で、もうちょっとね、例えば、せっかくならパス80乗っけてもね、いいし、ちょっとこれはちょっとジャグっぽいですけど、90近くまでね、やっちゃうみたいなのも、ありっちゃあり。でもディフェンス、じゃあ、ゴールキーパー系の能力が90前後っていうのは、若干ね、なんか習慣っぽく感じになっちゃうから、あれだけどね。次、ミッキーですね。ミッキーは、過去版と比べるとね、意外に意外にこっち高いね。これこんな高かったんだねって感じなんですけど、でもディフェンス系の能力っていうのかな、この辺は完全に高いので、センターバックとかで考えたら、今回の方が使いやすいでしょうね。あとロングリーチタックルっていうのは結構大きいかもしれない。193センチのロングリーチタックルだからね、割とありがたいなとは思いますかね。で、あとはネスタとか、玄関っていうのね、最強あたりのディフェンダーと比べていきますけども、さすがにディフェンス能力はちょっと負けちゃうかなというところですね。でもミッキーに関しては、何よりも身長がね、やっぱ6センチも高いですから、ディフェンスは正直身長がね、正義な部分は出てきちゃうからね、そういう場面はあるからね、その上でロングリーチタックルがあるっていうのもかなり大きいところになってくるかな。あとはスピシュンが高いっていうのもかなり大きいかなというところですかね。はい、という感じですかね。で、あとはファンダイク193センチ同じね、193センチで比べてみましたけども、ディフェンス系の能力が若干やっぱ負けちゃうかなというところではあるんですが、スピシュン、そしてドリブル系とかね、足元のこの形とかはもう完全に勝ってるんで、現環境で言ったら最強格になってくんじゃないかなとは思いますね。ちょっと使ってみたいよね、普通にとは思いますね。はい、育成こんな感じにしてみました。ちょっとドリブルにもいろいろ振ってみてバランスよく使ってみる感じにしたんですけど、ちょっとセンスもうちょっと上げてもいいかな。
まあそんな感じもするよね。追加スキルに関してはワンタッチパス、スルーパスとかはね、付き合ってあげてもいいのかなって感じはしています。まあこれでもね、まあスピードとかを結構重視してやってはいるんですけど、まあセンスにちょっと振り切れないんで、スピードにちょっと上げたって感じもあるんですけど、まあこれはちょっとね、また検証の動画出します。実はもう一つ検証を終えてるのがあるんですけど、ディフェンスセンスとかね、スピード、瞬発、まあどれが重要なんだみたいなところとかですかね。また明日か明後日かとかには動画出すと思うので、そちら見ていただければなとは思うんですけど、スピードとかにね、振っていく形でもいいのかなっていう感じはしていますかね。もうちょっと足元とか下げつつね、もう瞬発とかに振っちゃうみたいなのも全然ありなのかなというふうに思ってたりもします。あとは逆に振っちゃって、もうバランスよくできるような感じにしちゃう。まあこれもこれでありかもね。これでボランチとかが例えば保持的でついたりしたら割と面白いのかもしれないなぁなんて思ったりしますかね。これでボランチで中盤の底とかやってくれたらまあ割とありがたいかもね。普通にありなのかもしれないなとか思ったりはしますかね。はい、というところです。俊足で、高身長のディフェンダー、まあ中盤の底でもいいけどっていう風に考えたら、まあかなり使い道、使い用途というのは結構あるんじゃないかなと思ったりしますかね。最後、グバルディオルですね。まあ過去と比べるとですね、まあ意外に負けてる数値も多いなというところですかね。まあディフェン、まあちょっとこう見ちゃうとな、微妙な、まあスピード瞬発が高いとかはいいんですけどね。まあちょっと他負けすぎてる感もあるな。そんなところですね。攻撃的サイドバックで、フォードレス持ちということで、ちょっとサネティと比べてみました。まあサネティバランスいいからね、さすがにちょっと勝てないところはあるんですけど、まあ意外に同じような感じの能力にもなってるのかなとは思いますね。あとはカセレスですね。まあカセレスもやっぱ強いね、こう見ると。まあグバルディオルも、まあ前目の能力結構あっていいんですけどね。まあでも割とやれてる、カセレスが結構やれてるのかなという感じは印象としてはありますかね。まあただ能力としてはしっかりグバルディオルの方が高いのかなという感じがしますね。はい、癖こんな感じにしてみました。ちょっとバランスよく育ってみましたけども、まあディフェンス系の能力はしっかり上げつつね、スピードもちゃんと上げつつ、ドリブル系の能力もね、80、80、85を超えるようにしていくと、まあ最低限のね、ドリブルコントロールとかができるような形にしているという形ですかね。まあこれはこれでいいんじゃないかな。で、ダブルダッチ、ワンパー、スルーパー、スライディングタックル、アクロバティッククリアとか、この辺はね、つけてあげた方が、まあサイドバックとしてもかなり使えるかなというところですかね。まあディフェンス能力をもうちょっと下げてね、ドリブルとか、まあパスとかに振っちゃっても全然いいかなというところですね。で、ドリブル系の能力を、下げつつですね、もうちょっとディフェンスとか、あとフィジカルとかにね、振っていくような感じ。まあ、ちょっとセンターバック寄りに近いのかな、どっちかっていうと。まあ、それはそれでありなのかなって感じはしてますかね。で、逆に、まあ、もうちょっとドリブル側に振って、みたいなディフェンスも振らないで、もうサイドミッドフィルダーで使うようなイメージかな。っていうのも、まあ、ありっちゃありかな。まあ、ケテル80まで乗っけて、まあ、どうにかブリッツをね、打てる環境にしておくみたいなのは、まあ、ありっちゃありかなっていうところですかね。まあ、だから本当に活かしたい、ブリッツとか、フォートレスも含めて活かしたいんであれば、まあ、サイドミッドフィルダーで使うのが一番いいのかなって感じはしますね。はい。しますが、まあ、ちょっとどうだろうね。難しいね。これで逆にサイドバックで使ってみるのも、まあ、ありっちゃありかなって感じはするけどね。まあ、いかようにもできるのはいいところではあるんですけど、なんか難しいよね。サイドミッドフィルダーとか、攻撃的でブリッツの感じにしたいんだったら、わざわざグバルディオル使う必要あるのかなとかね。逆にディフェンス側の能力、センターバック寄りのような能力にしたときに、まあそれが一番多分今回のグバルディオルの能力は最大限に出してはいると思うんだけど、逆にそうなってくると、今度別にグバルディオルじゃなくてもいいんじゃないみたいな感覚にもなり得るっていうところで、ちょっとすごい歯がゆい感じの能力になってるのかなとは思いましたね。ちょっとどっちに振り切ればいいのかなみたいな感じはしているというところですかね。まあ、あとは、まあ、初期値でケーテルグ70とか70、そんぐらいだよね。70とかでブリッツだからな。まあ、ちょっと現実味はあんまないなって感じは、サイドバックで使っててブリッツを打つ機会が何回あるんだろうかっていうね、その辺のところもあるから、まあ、難しいところではあるかなと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、ちょっともう一歩やっていくんですけども、今日はですね、やっぱり曇り、晴れのち曇り、雨とします。最初ね、意外にも面白いスキルとか構成なのかなと思ったんですけど、ちょっとね、思ったより比べてみるとね、
意外にそんな必須級でもなくなってきたのかなって感じはしていますかね。アリソンに関しては現環境、トップクラスにはなってくるんだろうなって感じはしますが、必須級で今すぐ乗り換えろみたいな感じになるかって言ったらちょっと人それぞれ、変わってきそうな気もするし、でミッキーは一番現環境としてはトップクラスというかねにはなってくるから、可能性としてはかなり高いあるのかな、この中ではあるのかなって感じはしていますし、多分オンラインでもちょくちょく見るんじゃないかな。結局やっぱ身長いいなとかでねなってくると思う。でグバルディオルに関しては若干どうだろうね、能力高いんだけどね、過去と比べたあんな感じとかも見ちゃったりとか、わざわざここでグバルディオル使う必要あるのかみたいなところの立ち位置がすごく難しい。ここ最近のインフレを感じちゃうからね、よりねとは思っているという感じですかね。ちょっと前だったらめちゃめちゃ良かったって感じはするけど、今の環境で言うとちょっと難しそうな、優先度はそんな高くならなそうな感じはしているという形ですね。はい、というところでしょうか。皆さんのおすすめの育成もあったらぜひねコメントで教えてください。またねちょっと検証に関してはまた出していきたいなと思いますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方は高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。